むとものすごい健康効果が期待できるこのにがりの活用法についてお話をします。このにがりを使っためちゃくちゃ美味しい自家製豆腐の作り方とにがりの活用法、健康効果、美容効果得られますので、にがりについてお話をしようと思います。豆腐を買ってきて食べるっていう人は多いと思うんですけども、自宅で豆腐を作るっていうことはあまりしたことがない方が多いんじゃないかなと思います。豆腐を作るってなんかめちゃくちゃハードルが高いみたいなイメージがあるかもしれないんですけども、実は自家製の豆腐ってすごい簡単に作れるんですよね。なので、その作り方とか、あとはですね、それ以外の、にがりを買ったとしても自宅にこのにがり、じゃあ豆腐作ろうって言ってにがりを手に入れて、置いておいたとしても、豆腐作る以外の使い道がなかったらなんとなくちょっとどんどん使わないまま放置されちゃうかなっていうところもあるので、豆腐以外のね使い方っていうのもご紹介していこうかと思います。でですね、めちゃくちゃ美味しい自家製豆腐っていうのは簡単に作れますし、それ以外の、効果効能っていうのもありますので、ぜひですねこの動画最後まで見ていただいて、にがりの活用方法っていうのをマスターしていただくと、いいかなと思います。ということでですね、まず最初にこの、今日使ったにがりですね。最後お豆腐お見せするんですけれども、この、越前にがりっていうにがりを使ってお豆腐を作りました。でこのねにがりの説明っていうか、ご紹介をちょっとねしたいんですけれども、これすごい素敵なお豆腐じゃないにがりなんですよね。これお塩もあってですね、これが越前にがりっていうもので、お塩も販売されているんですね。こっちのこのちょっと光っちゃう。これですね、越前塩ですね。このお塩がめちゃくちゃ美味しくて、でこのお塩の話とか、にがりの話って結局マグネシウムの話ってことになってくるので、お塩の話についてはまた別の動画で詳しく解説していますので、そちらを見ていただきたいですし、あとはマグネシウムのお話っていうのも、詳しくマグネシウムの効果効能についてはマグネシウムの動画でお話ししていますので、そちら見ていただきたいんですけれども、いろんなお塩がありますし、いろんなにがりがあります。でその中でも今日はこれおすすめですっていうのをちょっとねお見せしていこうと思って、この越前塩と、越前にがりっていうのをちょっと用意しました。でですね、これ本当すごい素敵なんですけど、何が素敵かっていうとですね、ちょっといろいろあって、やっぱりそのお塩とかを作られている生産者さんの方っていうのは、なんていうんですかね、近代的なイオン膜を使った工場生産みたいなものではなくって、個人で製塩所を営まれている方っていうのが多くてですね、やっぱりそういう個人の製塩所を営まれている方っていうのは非常に塩に対する思いっていうのが強いんですよね。強い方が多いんですね。すごくこだわって作っているっていう、ところが多いです。なので、どこの製塩所さんもですね、それぞれすごくこだわった思いの詰まったお塩を作られていると思うんですけども、今日はですねちょっとこちらのお塩についてですね、ご紹介していきますと、まずこの越前塩さんっていうのは2人の塩職人さんが、作っている、すごく小さな製塩所、だそうでですね、でその職人さんがすごいグルメで日本酒お酒がすごい好きで、っていう方でですね、でもその職人さん曰く商品のね説明に書いてあったんですけれども、塩を魚に酒をたしなむっていう、粋な飲み方があるそうなんですよね。要は塩をつまみにして日本酒を飲むんですよ。そんなことができるぐらい美味しい塩っていうことなんですけれども、それがですね本当に最高の組み合わせだというふうにおっしゃっていまして、もちろんですねお酒以外にも、お料理のつけ塩とかねおつまみの、もちろん味付けとかそういった料理にももちろん合う、ものなんですけれども、
塩をつまみに酒が飲めるぐらい美味しい旨味が詰まった塩ということなんですよね。で越前塩なんで福井県ですよね。福井県には日本酒美味しいのありますし、お米も美味しいですし、越前ガニとかね、いろんな魚介類とかワカサギとかもありますし、そういう、美味しいもたくさんあるんだけれども、あるのにもかかわらずその食材に合う塩がなんか地元でないっていうことで、もうないんだったら自分たちで作ろうみたいな感じで、一年発起してみたいな感じで、製塩所を立ち上げたお二人だそうなんですね。でその製塩所っていうのはだいぶ昔の話になるんですけども、ちょっと塩のね歴史の話になってくるんですが、昔はねもうその日本の沿岸部ってすごくたくさんの製塩所があったわけなんですけども、その塩業の近代化措置法っていうのがあって、その法律の法的措置として、その人口に見合ったというかですね、近代現代社会に見合った塩の供給、安定供給を図るために昔ながらのそのなんていうんですかね、天然塩とかその塩田を使って海水から引いてきて天日で乾かして作るみたいな昔ながらのやり方っていうのはもうどんどん廃止されていってしまった、禁止になってしまったんですよね。でそれでもうほとんどの製塩所がなくなってしまったわけなんですけれども、今はもうそれが撤廃されて、このなんていうんですかね、有志の、製塩所の方々がまた新たにその昔ながらの製塩方法でお塩を作って販売しているっていうところが、あるわけなんですけれども、そんな感じでですね、こちらの越前塩さんももう約半世紀ぶりにこの製塩所を復活させたといったところなんですよね。で結構ですね、すごく納得のいく塩作りで試行錯誤されたっていうお話で、お塩ってひらがま、天日ひらがまって書いてありますけれども、ただ単にひらがまで煮詰めていってっていうだけじゃなくって、ちょっとね面倒くさい一手間をかけたりとかしてすごくですね、工夫されているというかこだわって作られているというお塩なんですね。なので、作るのにもすごい時間かかるし、思いがすごい詰まってるし、なのでお塩って要は生成塩って言われているものは本当にただしょっぱいだけなんですけれども、こういった天然塩になると、そのしょっぱいだけの塩とは違ってですね、甘さがありますし、旨味も、もちろんありますし、すごくまろやかな味なんですよね。なので本当にね、いろいろ美味しいんですけども、こちらの越前塩さんも、私もちょっといろいろな料理に使ってみたりとか、したんですけれども、本当にねこれマイルドな味わいなんですよね。確かにこれ塩つまみに酒飲めるわっていうぐらい美味しいお塩なんですね。白いご飯にかけて食べても美味しいですし、冷ややっことかね、そういったものにかけても美味しいですし、なんかちょっとね多めに使ってもそんなに塩辛くならない感じなんですよね。なので、すごいおすすめなんですよね。でおすすめの塩って他にもいっぱいあるんですけれども、ちょっと今日はこちらをねたまたまちょっとご紹介するわけなんですが、なんかこちらの塩本当に福井県の星付きの旅館とかですごい選ばれていたりするそうです。で本当にその小さな製塩所で作っているお二人の思いっていうのがすごいね詰まっている、そういったところが素敵な塩だなというふうに思うわけなんですね。でもちろんこのにがりも、そうですよね。これにがりもやっぱり小さい製塩所さんでお塩作られているので、取れる量がすごいやっぱ少ないみたいで結構貴重な感じですね。はい。でやっぱりそういったお塩っていうのはこういうね商品のところにすごい細かくね自分たちの思いっていうのが書かれているわけなんですよね。これちょっと商品のパンフレットをいただいたんですけれども、コツコツ手間暇かけてこのなんか至高の天然塩を作りましたみたいな、書いてあります。
なので、こういったところをねしっかり打ち出しているところがいいかなと思います。で、ちゃんとねお塩の作り方とかもね裏に載っているので、普段お塩ってどうやって作るのかってなかなか考えたことってないかもしれない。海水からできるとかねっていうことは分かると思うんですけども、実際にどれぐらいの工程を経たらこういったお塩が作れるのかっていうところもですね、勉強してみると、知ってみるとねすごい面白いです。なんでこういうものもちょっと見ていただくといいかなというふうに思います。で、私この間ですね製塩所じゃないんですけども製塩の塩作りのですね塩作りの体験ができるっていう施設が愛知県にありまして、でそこにちょっとね遊びに行ってきたんですよね。で実際ちょっと塩作り体験はその日はできなかったんですけれども、ちょっと小さいにがり、寒水を煮詰めていってそれで塩の結晶どんどん結晶化してきて最終的に塩になるっていう体験をねちょっとしてきたんですけど、やっぱりその施設すごくよくって、いろんなものを展示してありますし、実際にやっぱり子どもさんとかね特に楽しいと思うんですけれども、塩ってこういう風に作られるんだなって、でこれぐらい時間がかかるんだなって、手間暇かかって作られるんだなっていうことがよくわかるのでね、すごくそういう施設っていいと思うんですよ。でそこでね、いただいたこれにがりなぜかすごいいただけて、愛知県にある、その製塩体験ができる施設ですね。キラアイバジオの里っていうところなんですけど、そういう昔ながらの製塩体験ができる施設って全国で2カ所ぐらいしかないらしいんですよね。なので製塩体験の予約はすぐに埋まってしまうそうです。全国各地からそこにわざわざ来るわけなんですよ。なのでなんか4月になったら予約開始するそうなんで、もうすぐに予約しないとできないってことで、私も頑張って予約しようと思うんですけれども、にがりってねこういう色をもともとはしていますと。でちょっとね重量が重いんですよ。比重が、あってですね、そうですね。で、寒水から作っていきますよっていうのがあります。これでにがりいただいたので、これでなんかいくらでもお豆腐作れるみたいな感じなんですけども、しかもねちょっと安心ですよね。そこでこうやって作ってるここの海水でっていうのも完全に分かっているので、こういった、にがりすごいね、これ本当重たいです。重量があります。で、いうのもね、体験してみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、じゃあこういうにがり、スーパーとかにも売っていますよね。スーパーとかに売ってるやつでもいいですし、こういったね、ちゃんとしたお塩を作っているところのにがりっていうのが私的にはおすすめなので、こういった、にがりを、ね、選んでいただいてネットとかね通販で買っていただくといいかなと思うんですけども、じゃあ実際こうやって結構な量がね入っているじゃないですか。これをどういうふうに使っていくかっていう使い道なんですけども、まず一つは豆腐を作るですよね。で豆腐は最後やっていくんですが、まずはそのにがりってその健康効果がすごくたくさん期待できるわけなんですね。なので、どういう健康効果かっていうのはさっき言ったマグネシウムの動画とか見ていただくと分かると思うんですけども、やっぱりですねまずミネラル不足になっている人にはもうぜひ取っていただきたいというものなんですよね。現代人ってミネラル不足になっている人にとっていただきたいって言ったんですけども、大半の人がミネラル不足なんですよ、現代人っていうのは。なので、どなたも取っていただきたいわけなんですね。自分がミネラル不足かどうかなんてわからないかもしれないんですけれども、とにかくこの越前にがりもそうですけれども、にがりっていうのはミネラル分の含有量がすごくて、特にマグネシウムがたくさん入っていますね。でマグネシウムとか亜鉛っていうのが最も足りてないミネラルだというふうに言われていますので、これを飲むっていうのがまず一つおすすめです。飲むって言ってもこれちょっとしょっぱいですし、そのままごくごく飲めるようなものではないので、なんかお水に入れたりとかいろんな飲み物に入れて
1滴2滴とかですね入れて飲んでいくっていうのもいいですし、あとはこれを舌下していくっていうのもおすすめです。そのあたりもですねマグネシウムの動画の方で詳しく解説しております。ということなので、まずは飲むですね。飲むっていうのがおすすめなのと、で、ちょっとこちらにね書いたんですけれども、にがりの使い道っていうところですね。で1つ目、4つちょっとねピックアップしてみました。で1つ目がまずはお米のベタつきを防ぐっていうところですね。ご飯炊く時に、お米炊く時にですねにがりを入れることによって美味しくなるわけなんですね。具体的に言うと、そのマグネシウム、にがりにたくさん含まれているマグネシウム、が、あるんですけれども、そのマグネシウムがですねそのお米に含まれているペクチンに、作用するというか、ペクチンと結合するんですね。マグネシウムとペクチンが結合することによって、そのお米の一粒一粒の粒の表面をこう包み込んでくれるという役割があります。で、包み込んでくれることによって、水分とうまみをそのお米の粒の外に逃がさずに炊き上げるってことができます。それによってですね、ベタつかずにちょっとふっくらして艶やかなご飯に炊くことができると。いうことなんですね。なのでまず1つ目はお米のベタつきを防ぐですね。でこれ量どれぐらい入れたらいいのかなんですけれども、だいたい、お米1合に対してこれを1滴ぐらいですね入れるのがいいかなと思います。でこれの1滴って書いているんですけれども、これってにがりの濃度にもよってちょっと変わってきます。この越前にがりさんとかはめちゃくちゃこれ濃度濃いんですよね。濃いので、ここに書いてある。でマグネシウムの含有量も、100ミリあたり3200も入ってるんですよ。結構たくさん入っていて濃いので、その濃い原液のにがりであれば1合に対して1滴ぐらいで大丈夫です。でも薄いにがりっていうのも売ってるんですよ。スーパーとかに売っていて冷蔵庫で保存してくださいって書いてあるようなものとかは薄いです。水で薄めてあります。なのでそういったものを使う場合はもうちょっとそうですね、大さじ1杯ぐらいとかは入れた方がいいです。でもですねやっぱりこの原液で売られているものの方がおすすめかなと、思います。はい、なので、そうですね、だから4合ぐらいお米炊いた場合は4滴ピッ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 って入れるって感じですね。はい、そして2つ目は煮崩れの防止ですね。これお米と同じような、効果なんですけれども、そのマグネシウム、やはりマグネシウムがですねお野菜とかに含まれているペクチンと結合していくわけですね。お野菜って言っても芋類とかですよね。そのでんぷん質に、なってくるとは思うんですけれども、そのでんぷん質に、入っているペクチンと結合することによってこのお野菜の表面を、包んでくれて、水分とかうまみとかを逃さず、煮ていくということができますし、じゃがいも、肉じゃがとかですね、里芋の煮転がしとかそういうものを作る時ってやっぱり煮崩れしやすいというところがあると思うんですけども、それをその水分保ってくれることによって、きっちりきれいな形を保ったまま中まで火を通すってことが、できるわけなんですね。でかつ短い時間で中の方まで芯の方まで、味を染み込ませるっていうことも、できるということになります。なのでその煮崩れしやすい煮物とかにもこのにがりを使うと非常にいい効果が得られるということですね。で別に入れ方っていうか使い方は非常に簡単で、ただ入れるだけなんですけれども、煮る前ににがり入れて通常通り煮るだけという感じですね。あとカレーとかね、シチューとビーフシチューとかですね、そういったものにも、いいです。でそれ入れる量としては100mlの水、その煮汁ですね、
煮ていく時に入れる水の100ml に対しては1滴ぐらいっていうのが適量かなと思います。あんまり入れすぎるとちょっと塩分がねついて塩味がついてしまうので、若干少なめっていう感じですね。であとは唐揚げの下味とかにもいいですね。お肉の下処理に使うっていうのもすごくいいです。やっぱりそれもマグネシウムに含まれている、成分、マグネシウムがですね、その鶏肉だったら唐揚げの鶏肉だったら鶏肉の、この水分を包み込んでくれるっていう効果がありますので、こうジューシーに仕上げることができます。要はマグネシウムっていうのは保水性があるわけなんですよね。はい、なので、そういった料理に使っていくとすごくいい効果があります。そして3つ目はアク抜きの効果ですね。アク抜きも実はねできるんですよね。これもマグネシウムなんです。もうにがりに含まれているマグネシウムが、働いてくれるわけなんですけれども、マグネシウムって浸透圧がすごく高いんですね。塩と同じなんですけれども、浸透圧が高いので肉とか魚とか、野菜とか煮る時にですね、その臭みとか苦みの原因である、アクですよね。そのアク、を、除去してくれる、っていうところですね。除去してくれるっていうか、その取ってくるアク自体を取ってくれるっていうわけじゃないんですけれども、そのアクをにがりを使うことによって、にがりのマグネシウムが素早く引き出してくれるっていうことがあって、スープがそのアクで濁っちゃうっていう状態になるのをこう防いでくれるんですね、未然に。そういったことがあります。やっぱりアク抜きってちょっと面倒くさい作業なんですけども、そのアク抜きを行うか行わないかで出来上がりの料理の味にすごく、差が出てくるということがありますので、その面倒くさいアク抜きにも非常に役立ってくれるというわけですね。これもだいたい 100ml に対して1滴ぐらい入れていくといいかなといったところです。そして最後4つ目は発酵促進効果なんてものもあるわけなんですよね。にがりにはですね、パンの発酵を促進してくれるっていう効果があります。パンですよね。パンを焼くときに、その発酵を促進してふっくら焼き上げてくれるという効果があります。でそれ何かっていうと、そのパンが発酵するのに必要なのって酵母ですよね。酵母菌です。で、酵母菌が生育していくためにはマグネシウムが必要になってくるわけなんですね。なので、にがりを足すってことをすると、その酵母の働きが活性化するわけなので、それが酵母がね働いて糖を分解することによって炭酸ガスをこう生んでブッブーってこう膨らんでくるわけなので、にがりを入れることによって、マグネシウムですよね。マグネシウムを入れることによって酵母が活性化します。それによって酵母がたくさん働いてくれて炭酸ガスを出してふっくらパンを仕上げてくれるというわけなんですよね。でこちらもですね、小麦粉、これパンの場合は小麦粉が100g ぐらいに対して、にがり1滴ぐらいとかですね使うと、いいかなというところですね。そんな使い道もあります。発酵促進効果ってね言うとなんかすごいですよね。だからマグネシウムって、本当に万能なんですよね。いろんな効果が期待できますし、ちょっと今朝ね読んだ記事だとマグネシウムが血糖値をコントロールするっていう効果ももう証明されているみたいなんですね。なので糖尿病とかですね、糖尿病予備軍の方とか、あと低血糖症でちょっと悩んでいる方とかにもマグネシウムってすごく効果があるそうなんですね。はい。ということで、いろんな健康効果、美容効果とかもねあるんですよ。なので、飲むとか、お豆腐を作る以外にもいろんな使い道がありますよっていうことなので、ぜひね一家に1本
置いといていただくといいんじゃないかなというふうに思います。そしてそれでですね、最後にこれやっとこの豆腐の話になるんですけれども、自家製豆腐の作り方ですね。で、作り方って言っときながら今実際ここで作る方法をお見せするわけではないんですけれども、別にその見せるほどでもなくめちゃくちゃ簡単なので、解説をしていきますと、ですね、材料的には、豆乳で作ります。豆から作るっていうのだとちょっと大変なので、豆乳はスーパーに売ってますよね。豆乳を買ってきて、それとあとにがり以上です。なんで材料2つでめちゃくちゃ簡単ですよね。材料2つとかってすごい嬉しいんですよね。はい、で、豆乳はですね、1点その注意点がありまして、成分無調整豆乳を購入してください。調整豆乳っていうのがあると思うんですけども、その調整豆乳っていうのは他にちょっといろんなものが入ってたりして、飲みやすくしているものなんですけれども、それだとあんまり良くないので、ちゃんとこの無調整の豆乳を選んでください。で、あとは大豆の種類ですね。やっぱりそのアメリカ産とかカナダ産の大豆使用の豆乳ってなると、ちょっとその遺伝子組み換えだったりとか、農薬だったりとかっていうのが気になるので、できれば、国産大豆 100% で有機栽培とかそういう大豆を使用している無調整豆乳を用意していただくのがいいかと思います。で、豆乳は簡単に手に入りますので、にがりもね好きなものを選んでいただいて、で、まずその、分量としては、200ミリに例え200ミリで結構このちっちゃいなんていうんですかね、牛乳パックみたいなやつで売ってるのあると思うので、200ミリがちょうどいいサイズかなって思うので200ミリに、しています。で、その200ミリの豆乳に対してにがりをどれぐらい入れるかっていうのがすごい重要なポイントなんですよね。これにがりが少なすぎると固まらないです。なので、ちゃんとした分量を入れていく必要があります。もちろん入れすぎるとしょっぱくなっちゃったりとかねするので、ちゃんとねこれを測った方がいいですね。で、にがりは、200ミリの豆乳に対して2ミリ程度入れてください。2ミリっていうのはこの原液の濃いにがりの場合の分量ですね。これ200ミリなので2ミリなんですけど、要は豆乳に対して 1% のにがりを使ってくださいということになります。で、これ薄いにがり、水で薄めたようなにがりをもし使うっていうことであれば、10ミリから15ミリぐらいは必要ということになってきます。なのでちゃんとですね、200ミリに対して2ミリ測っていただいて、入れます。で、ボウルかなんかにその豆乳ジャーって入れて、でそこに2ミリ測ったにがりをジャーって入れて、混ぜる。で混ぜて、でそれを小分けの、好きなね耐熱容器とかに移して、あと蒸すだけ以上なんですよ。なんですごい簡単です。で、ポイントとしては、豆乳を直前まですごく冷やしておくっていうのがポイントです。そうすると固まりやすい、失敗しづらいので、豆乳を常温に出してずっと置いといた状態から作るんじゃなくて、もう冷蔵庫で冷やしておいて、出してすぐ混ぜてすぐ火にかけるっていう風にしていただくっていうのが、ポイントになります。で、小分けした容器に、ちょっとラップとか、かけてもかけなくてもどっちでもいいんですけど、もうすでに蒸気が出ているぐらいの蒸し器に入れていただいて、最初強火で5分ぐらい蒸します。で、その後弱火にして15分ぐらいですね。で、ちょっと様子見て足りない感じだったらちょっと増やしてもいいと思うんですけれども、そんなぐらいの時間で適度に加熱すれば加熱するほどだんだん硬くなってくるので、お好みの硬さで調整していただくといいかなというふうに思います。で、あとその後、15分ぐらいですね、蒸してからちょっと火を止めて蓋をしたまま、若干蒸らした方がいいですね。はい、ということなので、本当に豆乳とにがりを混ぜて蒸すだけっていう感じなので、めちゃくちゃ簡単なんですよ。で、しかもそれですっごい美味しい豆腐ができるんですよね。で、何がいいかっていうと、自分
好きな、にがりを使えるっていうところとか、自分が好きな豆乳を使えるっていうところが、いいところかなというふうに思います。豆腐ってね本当にいろんな種類があって、それぞれこだわりがすごいあるんですよ。ちょっとした分量とか使うその大豆の品種とかね、そういったもので全然味が変わってきたりしますので、自分好みの豆腐を作れるってすごいね楽しいんですよね。はい、ということで、非常に簡単ですよね。で蒸す場合の方法なんですけども、なんかちょっと蒸すっていうとそれだけでハードルが上がっちゃうっていう人も結構いたりするんですけど、蒸し器がなくてもできます。私の場合はせいろを使って蒸していったんですけれども、蒸し器もせいろもないよっていう方は普通にこういうお鍋に水を張って、なんかお皿とか置いて、その上にその容器をね乗せれば、もうそれで蓋をすれば蒸すっていうことができますし、あとは電子レンジを使って作るってこともできます。私は個人的にはあまり電子レンジっていうのをおすすめはしないんですけれども、やっぱりもう最も手軽に気軽に作ろうと思ったら電子レンジでやるっていうのもおすすめですね。チーンってするだけなので、にがりと豆乳混ぜてチーンってするだけなので、すっごい簡単に作ることができます。もうなんかちょっと今豆腐食べたいなみたいな時にすぐちゃちゃって作ってなんか出すとすごいいいですよね。なんかお酒のおつまみとかにね、なんかちゃちゃって今作りましたみたいに出したら、なんかめちゃくちゃなんか旅館みたいな感じですごいいいかなっていうふうに思います。はい、蒸らす時間とかを本当にお好みで加減していただいて、いいと思いますし、このぐらいの蒸し時間になると結構柔らかめの、お豆腐になるので、どっちかというとその冷ややっこみたいな四角くこうやってお皿にのせれるっていうよりかは、寄せ豆腐みたいな感じですくって食べる感じの柔らかさになります。で実際ですね、私がちょっと今日の朝ね作ったんですよ。今日ねライブ配信しながら、YouTube じゃないんですけどライブ配信しながらちょっとねお豆腐を作って、こんな感じの容器に入れてちょっと見えますかね、こんな感じで作りました。この越前にがりを使ってお豆腐作ったんですね。なんでちょっとこれね食べて、まだ味見してないんですよ。作ってからちょっと食べてみたいなと思うんですけども、これお豆腐だいたい醤油をつけて食べるっていうのが美味しいと思いますが、今日はせっかくなのでこちらの越前寺を使って、食べたいと思います。これ裏にもなんかいろいろ書いてあってね、ちゃんとこう書いてある。でちなみにこの栄養成分表示のところ、こちらのお塩はですね、食塩相当量は 86.4g なので非常にナトリウムは低いですね。でマグネシウムは290ミリ入っておりまして、あとカルシウム120ミリ、カリウム8.6ミリといった形で、いろんなミネラルが含まれているんですね。でこれをこんな感じのちょっとね粗い感じのお塩なんですけど、美味しい。なんかちょっと疲れた体に染み渡るって感じですね。はい、でこれを食べるんじゃなくてちょっとお豆腐にねかけていきますね。ちょっとピリピリピリってかけて、美味しい。なんかちょっとね生き返る感じがしますよね。やっぱりこのずっと今喋ってるので結構だんだん喉乾いてきたりとか疲れてきたりとかするんですけど、塩を舐めることでね体力回復しますよね。夏バテとかにもいいんですよ。熱中症とかに、なって暑いところにずっといる時とかにちょっと塩を舐めるっていうことをするのもねすごくおすすめです。で今お塩をちょっとパラパラっと振ったので、これをちょっといただきたいと思います。こんな感じです。いただきます。めっちゃ柔らかい。このプルンプルンなんですよ。こうやってこんな感じでプルンプルンで、すごくね豆乳って感じの味がしますね。美味しい。っていうか塩が美味しいですね。やっぱりね豆腐ね
寄せ豆腐塩で食べるのすごいおすすめですね。美味しい。はい、ということで最後はお豆腐を試食して終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。普段ですね、発酵食のお話とか食と健康に関するお話とかをいろいろさせていただいておりますので、この動画気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとですね、発酵食についても詳しく知りたい、もっと詳しく知りたいっていう方とか、体系的に学びたい方とか、あとはですね、発酵食のことを勉強してそれをお教室としてやっていきたいっていう方とかにもですね、サポートできるような、YouTube のメンバーシップっていうのをやっておりまして、興味がある方はですね、ぜひメンバーシップの方も覗いていただけると嬉しいです。はい、ということで、今日は、にがりのお話をしていきました。じゃあお豆腐いただきたいと思います。